おはようございます、画家の小木曽です。第47回の鬼講評を始めたいと思います。ちょこちょこ、応募したいんですけどどうしたらいいですかっていうことを聞かれますので、再度ちょっとお教えしておきますと、この YouTube のここのタイトルの欄をクリックするとこういうページに行きます。で、このページの中のこの鬼講評に応募したい人へをクリックすると動画が出てきます。それをよく見て応募してください。よろしくお願いします。ちょっとこれ3回ぐらい同じこと言いますのですみません。47、48、49、50ぐらい同じこと言いますのですみません。それでは早速始めていこうと思います。まずこちらの作品ですね。第75回のバラを描く初心者向けというのを見ながらありがとうございます。そうやって勉強していってくださいね。で、形の外側から描いていくということをちょっと勉強しているということなんですけども、できてますよ。思ったよりできませんでしたみたいに書いてますけども、非常にできてますし、なんかね、絵の具の中でニジマスとかそういったこともすごいできているので、一歩ずつ進歩していってますよ。もう皆さんそうですけど、いきなり上手くなることは絶対ないです。大谷翔平君がすごい大きいホームランを打ったりしてますけど、高校生の時の体とか見ると今もう二回りぐらい大きくなってるじゃないですか。やっぱコツ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 、はい、コツコツはカツコツということで、努力されてみてください。で、まだまだバリエーションが欲しいんですね。来おりましたかね。いいよ。こう筆致のいいよ筆致の絵の具を含む、もう絶対来ますもんね。出たがりだよ。はい。で、筆のこうちょっと含みのいいような筆を用意して、こう絵の具をグッと置いてふわっとしたり細い線を引いたり止めたり。そのバリエーションみたいなのがもっともっと幅が出てくるとすごく良くなります。これ例えば今見てるとこう空の色とかの塗り方すごい綺麗ですし、雪の木の上に乗ってる雪のところの塗り残しなんかもお上手ですし、どっちかというと線のバリエーションとそこの中に暗い色とか少し水を多めにしてるとかっていうバリエーションを豊かにするだけで1回目である程度型がつくというか勝負がつくと思うんですよ。で、そのところを、少し留意しながら、ね、話入ってきますか。このよろくにぜひちょっと注意しながらやられてみてください。ちょっとあんたも今日いとくか。もうちゃんとじゃあおとなしくしといてよ。じゃあ次の作品ですね。こちらの作品ですね。こちらの方はですね、ゴッホの模写をされてみてはということで、少しお話をいたしまして、今回こういった作品になっているわけですけども、構図すごいいいですよ。これね、構図とか書こうとしている題材は、お菓子大作戦、成功か失敗か、今お菓子で釣ろうとしてくれてます。構図とかすごいいいですし、色彩もすごいいいですよ。ちょっとね、もうちょっと頑張って絵の具の物質感を作られてみる努力してみられてはどうですか。例えば僕やったらば、塩白とチタニウムホワイトをちょっとスタンドオイルというので混ぜ合わせてねちょっとさすんですよ。でねちょっとさせて絵の具をのせていくときにもっと置く感覚を持つ。どう言ったらいいんかな。例えばケーキの上にホイップでピッピッピッってのせていくような、あれを筆でやるような感覚でやっていくと、そうすると筆致というのも残ってきますので、ありがとうございます。今お菓子をいただきました。入れておきましょうってネタあったよね。ありがとうございます。で、なんかそういう風に絵の具を少し置きながら描くということを覚えていくと、クッキー釣り大作戦、ちょっとずつ絵の具が厚くなってきます。でプラスちょっとこういろんな色を混ぜ合わせながら、もう写真を写すというよりちょっと自分の中でその辺を頭を柔軟にされてみて、ちょっともう少し空やったらこういう筆致が面白いかな、その中でも青い空に少しピンクを入れてみようかな、勇気を出して、そこはすごい勇気がいると思います。勇気を出してちょこっと置いてみようかなとかすると、また、クッキーをいただきました。ありがとうございます。
ぜひ、そういうことをされてみてもいいんじゃないかなというふうに思います。この構図の付け方みたいなのは作り方みたいなのは非常にセンスを感じます。で、各所に置いている色なんていうのも非常にセンスは感じますので、あとは絵の具の使い方、本当にこうどう言ったらいいんかな、本当ホイップクリームでデコレートするように筆で柔らかい筆を使って、ナイロンかなんかの筆を使って柔らかい筆で描くように、クッキーは口の中の水分を持っていかれます。ぜひ頑張ってみてください。一歩一歩進んでいってます。本当に前ゆっくりでいいですよ。もうとにかく皆さん焦りますけどね、大丈夫です。本当になんかもうね、ガサガサガサーっと行って作った道よりも丁寧にこう塗装していった道の方が後で歩きやすくなっていきますので、その道のアントニオ猪木の引退の時みたいな、その道を行けばどうなるものか、次の作品行こうと思います。はい、少年クッキー食べて。はい、で、次の作品こちらですね。ちょっと鬼好評に今日なってないですね。こちらの作品です。パステルで描かれていると15号の作品だそうです。15号いいですね。これ色彩すごいいいですよ。パッと送られてきた時に思いました。これだけの色彩をもうダイナミックに使えるという方はなかなかいませんので、可能ならば背景もつけてみてください。で、背景もつけてぜひもうゴリゴリ今例えばサラサラっと描いてるというか、そんな時間かけてないと思うんですよ。2時間3時間ぐらいですっごく潔がいいですよ。家庭の中でも潔がいい方女性だったかな、家庭の中でも潔がいい方なんじゃないですか。あんた寝てないで掃除ぐらいしなさいよとか言うてそうな雰囲気がすぐ見受けられます。どうか分かりません、今適当に言いました。で、背景とかにちょっとこう例えば雑貨屋さんじゃない布屋さんとかに行って、なんかこうカラフルな布とかを買われて、花より派手なぐらいの布とかを置いて花とか描いてみてください。そうすると背景まで多分この方やったら勢いよくガーッと描けるはずなんですね。描けると思います。で、描くことによって、画面全体がバチッと張ってきます。そうするとすっごくオリジナリティある画面になると思いますし、すごい、オリジナリティある作品に、クッキー釣り大作戦やってますが なっていくと思います。僕ね、ちょっとその作品を見てみたいなと思いました。で、サイズも15号ということでまあ大きいんですけども、小さくても結構です、ね、6号8号ぐらいでちょっとそういうのになると細かいパステルとかやったら描画するのすごくこう難しくなってきたら、例えば色鉛筆を併用するであるとか、色鉛筆でちょっとこうパステルとオイルパステルで、それに併用するの難しかったらダーマトグラフっていうのがあります。ダーマトグラフ、要は油の入った色鉛筆みたいな、確か1500、600円でもうちびの今も遊び道具になってますけども、そういうのが8色セットか9色セットであったりしますので、そういうのも併用されるとちょっとディティールを見てもいませんよディティールも描けるようになっていきますので、ぜひそういう違う素材画材みたいなのを併用されて画面全面を描き尽くすぐらいの気持ちでやられてみてください。で、それが古典絵かなんかをされた時に全面になっていたら多分ね、ものすごい面白い人になる可能性を感じます。嘘じゃないですよ。そんな感じがしますので、今はどうしてもカルチャーセンターのなんかスケッチ止まりぐらいな感じに見えてしまいますけども、これ作品に変えていくということをぜひしてみてはどうでしょうか。今日は鬼ではないですね。朝から怒れませんよね次の作品いきます。こちらの作品です。乙女さんありがとうございます。宝塚の乙女さん25歳でしたよね、確かね。ありがとうございます。これ案外面白いんですよ。コラージュを、要は多分ちょっと紙が足らんようになったからっていうので後で貼り込んだというか貼ったということで、非常に面白いアイデアだなと思いますし、意外とこういうのはありですよ。アントニオ・ロペス・ガルシアという絵描きさんをちょっと紹介してますけども、どんどん足していってるっていうことがあって、もしかしてそういうのに影響を受けたかどうかは分かりませんが、なんかそういうところも見受けられて面白いなと思います。この方に関しては、智弁和歌山じゃなくて智弁学園、どっちだったか、智弁和歌山かなのこう書いたりとか、いろんな多彩なことをしていってますよね。だからすごい楽しんではるかなっていう気はしてます。それはそれですごいいいと思いますけども、なんかもう一回思いっきり色彩に振るとか
一回写実的にどっちかというと色彩の方やとこの人思うんですね、僕が見てる限りだったら。だからちょっとこう、1個前の方の例えばパステルとかオイルパステルとかダーマトグラフとか思いっきり伸びやかにやられたら解放されるんちゃうかなって気するんですよ。この作品なんか見ても、すごく色はすごい綺麗なんですよ。でもちょっとこうどっちつかずな感じで、私が公表してるから写実的な送らんといかんのかなと思っていらっしゃるかもしれませんが、案外ね、僕そんな写実的な絵人がやってるの好きじゃないというか、自分の商売敵を作るということになってしまうのでっていうわけではないんですけども、なんか体質的な部分ってあるんですよ。どっちかというとね、写実的なやる人はね、言うと怒られそうやな、暗い、私みたいな暗いネト落とした人間ではないか分かりませんが、そんなことはない人も多いんですけども、どっかね体質的なとこあるんですよ。でそれってなんかもうなかなかこう変えれない部分のような、よくこう音楽とかはもう DNA で決まっていて、っていうことがあるって聞きますけど、美術はそんな DNA ってあんまり関係ないという説があるんですよね。でもどこか写実的に描ける人っていうのはなんとなく僕体質的にある気がして、もちろんそれに向かっていってある程度までなる人もいれば、もう自然とそれがギュッとできてしまうような人、例えば、動画で最近出てきた人やったら美容師の方なんかはどっちかというと体質的な感じはするんですね。ああいう人とか80何歳の僕がぜひこれの人は自画像とか描かれてきた人ですね。ああいう人はどっちかというと、ね、写実的な体質を持ってらっしゃるんですよ。だからその辺はちょっとこう、ちょうどチューブラリンの人っていうのが一番難しいとは思うんですね。体質的には持ってないけど憧れてるという人で、そういう人は難しいんですけど、この方は多分すごくこう明るくて、カラッとしてて、書くことに対してもあんまりこう億劫になっていない、怖がっていないところもあるし、潔く決めていけるような感じがするので、私やったらもっと伸びやかにもっと楽しく大胆にやるかなと思います。ぜひ頑張ってみてください。はい、次の作品いきます。こちらの作品です。おばあちゃんということですね。そんな年でもないですけど、肩の手術をして、腕が前方に動きづらいので手元で描けるデッサンを描いてみました。銀筆なかったので髪の毛の先、毛抜きの先を使った面白いですね。4歳の孫さんを何回も私のデッサン動画を見て描いたと。追伸NHK サラメシ情報では、そうなんですよ、東京芸術大学のオーラ食堂というのが2月に閉店したそうで、私はバタ丼はもちろん食べたことありますけどね、はい、イメージ通りの味という味かな。バターと豆腐ともやしと卵やったかな、なんかそんな感じで2回ぐらいしかないです。はい、私はキャッスルという道を挟んで向こう側の音楽の食堂の方に行っておりました。1時過ぎにいつも行っていたんですけども、何年もう芸大に通って9年、上の校舎に通ったのが8年間ぐらいなんで、98% あっちに行ってました。大浦食堂の前は通ったりコーヒー飲んだり、するぐらいで、あんまり僕は友達とそんなにこうわしゃわしゃくっちゃべるタイプでもないというか、同級生とかアトリエでは喋ったりしてたんですけども、学食とかで喋るんやったら絵描きながら喋りたいなっていうタイプやったんで、あんまりそこでたむろはしていませんでした。ちょっとおしゃれなデザイン科の学生さんたちがちょっとおしゃれなお話をしている雰囲気があって、私たちは入りにくいなっていうことが多かったような記憶をしております。何の話からそうなったっけ。そうで、あそこの大浦の食堂の親父さんってめちゃくちゃ情報通で、僕もだからそんなに利用してないんですけども、私の情報とかをめっちゃ知ってるんですよ。ここ3年4年前ぐらいにちょろっと行って、で親父さんと会って、もう要は東京を離れて10年ぐらい経ってても「木曽くん」とか言って、僕名前も名乗ったことないんですよ。で今あれでしょ、九州の大学でしょ、元気してるとか言って、そんな喋ったことないのに全部知ってるんですよ。親父さん面白かったですよ。はい、雑談終わります。でこの作品に関してはいいですよ、この調子で頑張ってみてください。で洋服の描き方とかすごいいいので、ぐっと伸びていく可能性を感じます。でもっともっとこう絵画的になる顔をぜひお孫さんを選んでいいかなと。すごく微妙じゃないですか。笑顔になってるのかなってないのかも分かんない雰囲気に見えてる。すごい笑顔なのかもしれませんけどね。
でも書き出してる時、書き出しの時っていうか、初心者の方っていうのは光の設定をある程度しっかりしてあげるのと、若干斜め前とか斜め後ろとか真後ろとか前後とかは難しいので、光の設定をしてあげて、やっぱり目とかそういう書き応えのあるところっていうのはもうちょっと書きやすい状況を選んであげた方が多分いいと思いますよ。でここのところにほっぺたのところにクッとなってるあれがありますんでね、影があるんですけども、ここのところもう少しなだらかに練り消しかなんかで叩きながらなだらかにしてあげる。陰影の光影が強いことによって、子供らしさっていうのがなくなるわけじゃなくて、どちらかというとそこのね、ここに例えば強い視野がグッと入ってきたりするとお年寄りに見えたりするわけですよね。いや強く入ってくるわけですよ。わかりますか？でそれがなだらかになってくると、どちらかというと子供っぽい感じとか赤ちゃんっぽい感じになってきますので、一つ一つのパーツのところに急にガッガってなるんじゃなくて、なだらかに書いてあげるっていうことの方がポイントだと思います。これ結構それはあります。でここのところにグッと入っちゃうんですけど、ここからグッと柔らかくなって何を言うと言はるんですかねっていうのを描けるともっともっと良くなっていきます。で次のちょっと課題として出しておくと、もっと黒いものとかをちょっとチャレンジして描いてみてください。案外それってね勉強になりますよ。僕なんかナスビとか動画上げてたかな、黒いもの濃いものっていうのを要はいつも言うてますけども、足し算の方が難しいんです。美術って絶対に厚く塗るとか濃く描くとか引くのは簡単なんですよ。次じゃあ薄い絵描こうと思ったらめっちゃ簡単に描けるんですよ。でも薄い絵を描こうとしてずっといくよりは一回暗いって絵描いて、で薄い絵を描くとすごくいいバランスの状態のところというのを探ることができるようになっていきます。ちょっと黒い絵っていうのを描かれてみてもいいかもしれませんよ。私の学生の作品で模写をさせてますけど、あれ見たらわかるでしょう。私のモナリザと学生のデッサンとか模写のレベルの違いわかるでしょう。ああいう難しいことまでは求めませんけども、ちょっとそういうこともされてみてはいかがでしょうか。次の作品ですこれ面白いぞ。大学生私が鬼好評で一番求めていた感じというかですね、どこどこ店に、出しましたが落選しました。残念でしたいいですね。もっともっとチャレンジしてみてください。その気持ちとその、投資じゃないですけども、自分への投資というのが後々相当それが糧に変わってきます。必ずそれは変わってきます。失敗した分いきなり成功するっていうことはやっぱり難しいですし、どんなことでもそうですよ。例えばスーッと芸大まで行ってで現役でスーッと行って、女優さんとお付き合いしてスーッと行って、すごくおしゃれな家に住んで映画とか出て、でも何か起こった人も最近いましたもんね。やばいな今のだいぶ分かる僕の1個学年で上やったんかな。何度か見たことありましたよ、大学の学生時代。有名でしたもん当時からねで、この作品に関してはまず一つ大きく言えるのがおそらく公募展、ちょっと名前出しませんけども、審査員見た時にこの辺の人が、どう評価するかやろうなってなってきた時に、もうちょっと時間かけられた方がいいと思います。画廊さんの気質というか最近推している作家さんとかっていうのを調べるとなんとなく雰囲気が分かってくるんですけども、おそらく審査員がどういう人かによってももちろんそれは変わってくるんですけども、おそらくそうかなっていうふうに思うので、ちょっとね彼ももうちょっとね粘ってみて、もうとにかく自分はもうこれ以上できへんっていうところまでまず粘ってみるっていうことと、状況設定があまりにもわからなすぎるんですよね。水の中に花咲いてて、この人は人なのか何なのか、これ多分そういうなんとか人魚みたいな感じなんですか。人面魚じゃないわ、なんか知らんけど状況があまりにもバラバラすぎて
ちょっとだから振り切るんやったらもう例えば海藻が花に変わっていてとか見たことのない魚がいてとか実際にいるような魚ですもんね。これなんちゅうたっけ、ブダイみたいなのが右にいてウミガメみたいなのがいて、もうバラバラすぎて普通にこれは花がアジサイがあって何があって何があってってもうちょっとそういうのでも分からん、もう分からん世界作るんやったら徹底的に分からん世界作らないといけないし、それプラスやっぱ完成度密度っていうのをある程度求めていかないと荒い作品をずっと作り続けるとやっぱりそれはそれであんまり良くないと思いますよ。これは雑です。はっきり言うと雑だから僕は22、3ぐらいの時に学生の前でポロッと言ったんですけど、もうゴミか宝かってもう美術って大体そうどっちかやと思ってるぐらいのマインドでいる人なんで、雑にわーっと大量生産するともうゴミですこれは。で、やっぱり自分のもう精魂込めて魂込めてもう寝食も忘れて、つぎ込んでそれでも落選したならばすごく大きな肥やしになっていきます。だからそれだけ費やして、落選したらチクショーと思うと思うんで、もう一回その辺原点に立ち返ってちょっと時間をかけるなりプランをしっかり立てて、やるようにしてください。まあ多分落選すると思います次いきます。最後この方何度か結構しつこく送ってきててもやめてくれやめてくれって言ってて、ようやく50号が完成したということで送ってこられて、やっぱこれが一番僕もいいと思いますよ。よく頑張られたなと思いますし、これぐらいの作品を常に送ってきてくれるならば毎回送ってもいいんですけどももう見るからにちゃちゃっと書いたな、ちゃちゃっとではないでしょうけどね、書いたなっていう雰囲気のものが結構多かったので、やっぱりこれは非常にこうクオリティを感じます。で写実か色彩派か迷ってますって書いてますけども、おそらく写実の方でしょうね。この方行きたいのはっていう感じがします。でなんかこう固定概念がすごいまだ強いのかわからないですけど、もうちょっとこう水彩でもいろんな技法にチャレンジしてというか混ぜ合わせてもいいんじゃないですかねっていう。これね50号に正直見えないんですよ。8号か6号ぐらいでも鬼好評でずっと来てる作品のなんか感じのクオリティに見えてしまって、なんかもっともっとここから先に行こうと思ったらもう本当にここに色鉛筆でペンで描いてやろうとかアクリルで、とか不透明水彩でとかなんか透明水彩でやらんととかなんかこう鉛筆で鉛筆でやらんとっていうのがあって、いい作品をもっとこれ50号ということの迫力を出すためやったらもっとこうした方がええんちゃうかなあした方がええんちゃうかなっていう試行錯誤のこの技術的なテクニック的なこうあれがもう少し出てこんといかんのちゃうかなって気がします。おそらく8号6号ぐらい、僕やったら正直これ3ホールでこれぐらいのクオリティを出せる自信がありますっていうことを少し頭に入れられてもいいのかなって。今までずっと流れを見ているとやっぱりすごくこうある程度なんとなく浅くやっていってるんですけど、どこかにやっぱり集中的に、写実系の頭のマインドに切り替えて、でも僕は体質としてできるか否かというとちょっと疑問はありますよ、正直言うと。で写実的に描ける人のマインドの一つは、どっちかというと何て言うんですかもちろんその集中力もあるかもしれませんし、細かいところにやることに対して苦ではないっていうこともあるかもしれないんですけども、一つ一つ僕はちょっと違うんですけども、一つ一つに対してやっぱりちょっと粘着質でやりきっていくというタイプの人が私はちょっとそれが違うんですけどね。だから僕写実画家と自分では名乗ってないんですよ。名乗れないんですよ。そういう人たちを見てきてしまったから。すごい人たちいっぱいいるんですよ。いやよく例えば、僕の2個先輩ぐらいに、彫刻油絵家やけども元プロボクサーで、多分この辺はプロとして公表してるから問題ないと思うんですけど、前原冬樹さんっていう方がいるんですよ。でその方っていうのは、油絵家ですけど彫刻でネットでぜひ調べてみてください。木彫でもうめちゃくちゃリアルなものを作るんですよ。すごいですよ。でもう本当にもうなんていうか元プロボクサーで8回戦ぐらいまで行ってる人がすごい人だと思うんですけど、それでその後芸大入ってきてて、で体質がもう間違いなくその人はそうやと思うんですよ。
でこの方はまだそういうところにはなりきってないし、もともとそれが持って生まれたものかどうかっていうとちょっと僕も疑問を持つところはあるんで、一度もう何語でもいいです、もうこれ以上やれないっていうぐらいの仕事を一回振り切ってぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。今週は以上です。今回は以上です。ではチャンネル登録よろしくね。SNS もやっているよ。